甘い竹のパン、ちょっと飽きていませんか？今日はほろ苦いカスタードを巻いた大人のロールパンを作ります。この断面見てください。カスタードクリームがたっぷり入っています。こんにちは、松尾美香です。心と時間を豊かにする3日経っても硬くならないパンを一緒に作っていきましょう。まずミキシングをしていきます。今日はスタンドミキサーを使っています。ボウルに材料をどんどん入れていきましょう。まず低速でこねていきます。目安は材料が全体的に混ざるまでです。次に高速でこねていきます。グルテンがしっかりできるまで8分ぐらい回していきましょう。一度止めてグルテンチェックをします。生地を広げてみて薄い膜が張るようになったらバターを入れていきましょう。バターは低速で少しずつ入れていきます。全体に混ざったらこの上がりです。生地を丸めて一次発酵に入ります。30度で40分。室温で発酵する人は生地が 1.8 倍になるまで温かいところに置いておきましょう。この間に抹茶のカスタードを作ります。薄力粉と抹茶をよく混ぜ合わせましょう。両方ともふるいながら混ぜても大丈夫です。牛乳を沸騰直前まで温めます。卵黄2個をボウルに割り入れていきましょう。砂糖を加えて白っぽくなるまですり混ぜていきます。先ほど混ぜておいた抹茶と薄力粉を加えていきましょう。粉がなくなるまでざっくり混ぜていきます。混ぜすぎないように気をつけてください。温めた牛乳を1/3入れていきます。ホイッパーでしっかり溶いてあげてください。残りの牛乳を加えてさらによく混ぜていきましょう。お鍋に液を戻します。中火と弱火の間の火にかけてしっかり炊いていきましょう。焦がさないように気をつけてください。生地にツヤが出るまでしっかり混ぜていきます。火から下ろして新しいボウルに移し替えていきます。ラップをして急速冷却をしていきます。私は保冷剤を使っていきますが、氷水を入れたボウルにつけてもらっても大丈夫です。発酵が完了しました。大きく膨らんでいますよね。ガスを抜いていきます。軽く丸めて10分休ませます。この間に先ほど作っておいた抹茶のカスタードを柔らかくしておきます。手軽に柔らかくなる方法をご紹介しますね。ビニールに入れて揉んでみてください。ホイッパーやゴムベラを使わなくてもあっという間に生地が柔らかくなります。
成形をしていきます。打ち粉をして生地を綿棒で伸ばしていきましょう。四角に伸ばすことも大切なんですが、もっと大切なことは厚さを均等にすることです。できる限り厚さが均一になるように伸ばしていきましょう。抹茶のカスタードをのせて広げていきます。生地全体に広げていきましょう。手前から巻いていきます。巻き終わりをしっかり閉じていきましょう。分割をしていきます。最初にガイドラインをつけておくとバランスよくカットができます。この後最終発酵に入ります。35度で30分。途中オーブンに余熱を入れていきましょう。見てください、このカスタードの量。出来上がりを想像するだけでワクワクしてきますよね。発酵が完了しました。一回り大きくなっています。卵を塗っていきます。ハケで塗るというよりかは、ハケで叩くような感じにすると塗りやすいです。180度で12分から15分焼いていきましょう。焼き上がりました。つやつやに焼き上がっていますよね。見てください、このふかふか感。焼きたてなのでね、湯気も出てますね。今回スタンドミキサーでミキシングをしていますが、ホームベーカリーをお持ちの方は一次発酵まで、手ごねの方はこの分量でやるとちょっと大変なので、半分の量をミキシングするようにしてください。カスタードクリームを作るコツはしっかり炊くことです。ふつふつと沸騰してから3分ぐらい炊くと、卵臭さや牛乳臭さがなくて美味しいカスタードに仕上がります。ここで一度止めてスクショすると作りやすいです。今日も一緒にパン作りを楽しんでいただきありがとうございました。もっと深く学びたい方向けに動画講座もご用意しています。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。作った感想などのコメントをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。